今回のシリーズはグレバ・ヴルカヌスに続く第3の惑星フルゴラの最速攻略編です。ファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵は着陸直後から最強設備の電磁プラントを建設するテクニックや誰もが苦戦する廃材処理を面倒な分配機のフィルター設定など仕分けを一切しない生産ラインを構築する方法など全てお見せします。今回はパイプラインの取り回しが難しい電磁サイエンスパックのコンパクトなレイアウト方法や宇宙プラットフォームで割り込み設定を使って電磁サイエンスパックをナウビスへ自動で運び出します。それでは本編スタートです。チャプター1、大型掘削機の跡地にロケットサイロを設置。廃材の採掘量が減って搬送ベルトがスッカスカになってしまったため大型掘削機を移設します。当初は毎分1万3000個も採掘できていた廃材が資源の枯渇により3200個まで減少していました。まずロケットサイロの建設用地として確保していた右上の大型掘削機を解体します。回収したアンコモンのビーコンはこの後の電磁サイエンスパックや電解液の生産に再利用します。次に資源が枯渇している左下の大型掘削機も撤去します。こちらのレイアウトはこの後すぐに貼り付けて使用するため切り取りを行います。最後に不要な搬送ベルトを撤去し先ほど切り取ったレイアウトを貼り付ければ移設は完了です。これで廃材の生産量が毎分1万2000個に戻りました。ロケットサイロの製造が完了したので確保した土地に設置していきます。まずロケットサイロを上下3マス当てて4台設置します。資源を節約するため生産性モジュールを挿入します。次にサイロの間に要求チェストと高速インサーターを設置します。ロケットサイロをシフトキーを押しながら右クリックし要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックします。最後にロボットステーションを設置すれば完成です。要求チェストを開きバッファーチェストからの要求にチェックを入れます。倍率設定をクリックして10と入力します。これで各材料が60個ずつ要求されるようになり輸送距離が長くても材料切れを防げます。連続打ち上げに備えてビーコンとモジュールも設置します。このように配置すると1つのビーコンが4台のロケットサイロに効果を及ぼすので非常に効率的です。チャプター2、銅線とコンクリートをリサイクラーで処分。シベルトを確認すると保管用の貯蔵チェストが満杯でラインが詰まっています。そのため廃材の生産量が毎分6000個まで減少してしまいました。そこで貯蔵チェストを開けるために余ったアイテムを処分していきます。まずは銅線です。まずリサイクラー、高速インサーター、要求チェスト、バッファーチェストをこのように設置します。次に高速インサーターを開き回路ネットワークに接続にチェックを入れ銅線、大なり2000と設定します。フィルターに銅線を指定しておくと見た目で分かりやすいので後で管理しやすく便利です。最後に要求チェストを開きバッファーチェストからの要求にチェックを入れ要求リクエストに銅線線香を指定すれば完成です。物流ロボットが運んできた銅線が次々に処理され余剰在庫がみるみる減っていきます。またインサーターに回路設定をしたため一定数を在庫として残してリサイクルされます。これなら銅線が必要な時も安心です。続いてコンクリートを処分します。コンクリートは製造時間が10秒と長いため1つリサイクルするのに 0.62 秒もかかります。なので1万個を処理するには約1時間半も必要です。そこであるテクニックを使って爆速で処理します。まず組み立て機、リサイクラー、高速インサーターをこのように設置します。次に先ほどの銅線処理ラインからインサーターと要求チェストの設定をコピーします。パラメーターをコンクリートに変更し貼り付けます。
最後に組み立て機のレシピを軽快色コンクリートに設定すれば完成です。軽快色コンクリートの製造時間は 0.25 秒と短いため、リサイクル時間はわずか 0.01 秒です。1万個の処理がたったの1分半で完了する計算です。これはそのままリサイクルする場合に比べて60倍の速度です。コンクリートを直接リサイクルすると石レンガと鉄鉱石が生産されてしまいますが、軽快色コンクリートなら素材としてコンクリートが返ってきます。これを再び軽快色コンクリートに加工してリサイクルできるので、少ない設備でコンクリートを処分できます。チャプター3、鉄の歯車をチェストにしてリサイクラー処分。次に余りがちな石と鉄の歯車を処分していきます。まずは石の処分です。コンクリート処分工場をシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを石の炉と石に変更して貼り付けるだけです。これで石もどんどん処分されていきます。処理速度が遅いようならば組み立て機3にアップグレードしたり、生産速度モジュールを挿入してください。鉄の歯車の処分方法はこれまでの応用です。まず銅線のリサイクラー工場をシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを鉄の歯車に変更して貼り付けします。次に石の炉のリサイクラー工場をシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを鉄製チェストと鉄板に変更して貼り付けすれば完成です。これで余った鉄の歯車のリサイクルで生産された鉄板が組み立て機に自動投入されて鉄製チェストになり、それがまたリサイクルされてみるみるうちに処分されていきます。これで貯蔵チェストに空きができて廃材処理したアイテムが流れ始めました。ところで皆さんは余ったアイテムの処分どうしていますか？今回のようにリサイクラーで資源に戻すエコな工場長ですか？それともチェストに詰め込んで銃で撃って破壊するワイルドな工場長ですか？ぜひコメント欄で皆さんの流儀を教えてください。チャプター4、コピペで蓄電池を増設、品質アップで容量2倍。ここまで来ればフルゴラのゴールである電磁サイエンスパックの生産まであと一歩です。しかし電磁サイエンスパックの生産には大量の電力が必要になります。そこで廃材を掘り尽くして空いた土地に蓄電池を敷き詰めていきます。まずロボットステーションを増設して建設ロボットの稼働範囲を広げておきます。次に最初に設置した蓄電池のレイアウトをコピーして次々に貼り付けていきます。ただしロケットサイロの下側は電磁サイエンスパック工場の建設予定地なので開けておきます。最初に作った蓄電池工場ではすでに約350個のアンコモンの蓄電池が完成しています。アップグレードプランナーを使って設置済みの蓄電池をアンコモンに置き換えれば完成です。アンコモンの蓄電池はノーマルの2倍の容量を持ちます。これなら狭いフルゴラの島でも土地を2倍の効率で使えるので非常に強力です。ところで皆さんの工場では品質モジュールをどのくらい活用していますか？私のように蓄電池など効果が大きいものだけ厳選する効率重視派ですか？それとも搬送ベルト1本まで全てレジェンドにしないと気が済まない究極のこだわり派ですか？ぜひコメント欄で教えてください。チャプター5、シンプル電磁サイエンスパック工場を建設。電力を十分に確保できたので最後の仕上げ電磁サイエンスパックの生産工場を作ります。電磁サイエンスパックの生産には重油、ホルミウム溶液、電解液と3つの流体が必要なためパイプラインが複雑になりがちです。そこで今回は私が考える最もシンプルなレイアウトをご紹介します。まず電磁プラントを上下に2マス開けて2つ設置します。次にビーコン4台を電磁プラントから2マス離して左右に設置し、地下パイプとパイプをこ
このように接続します。そしてホルニウム溶液工場から溶液を引き込み、汲み上げポンプからの重油も地下パイプで接続します。最後に溶給チェストと高速インサーターで石を供給すれば電解液工場の完成です。ここから一気に超電導コンデンサーと電磁サイエンスパックを作ります。まず電解液工場をシフトキーを押しながらコピーして、パラメーターを電磁サイエンスパックに変更して貼り付けます。次に電磁プラントを回転させ、電解液とホルニウム溶液のパイプラインがつながるように設置します。最後に超電導体工場のインサーターとチェストをシフトキーを押しながらコピーし、パラメーターを電磁サイエンスパックに変更して2組を貼り付けます。このようにパラメーター機能を使うことでアンロックされていないアイテムの工場も建設できて便利です。最後は超電導コンデンサーの生産工場を作ります。まず電磁サイエンスパック工場をシフトキーを押しながらコピーします。パラメーターを超電導コンデンサーに変更し、不要な地下パイプを除外して建設計画を作成します。次に出来上がった建設計画をこのように貼り付ければ超電導コンデンサー工場の完成です。仕上げに電磁プラントの設定をシフトキーを押しながら右クリックでコピーし、要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで貼り付けていきます。これを繰り返すと生産に必要なアイテムが自動で要求されます。まず超電導コンデンサーの生産が始まると電磁サイエンスパックがアンロックされます。続いて電磁サイエンスパック工場でも生産が始まります。工場全体をシフトキーを押しながらコピーし、素材の要求数をそれぞれ200に変更しておきます。これで素材切れがなくなり生産が安定します。チャプター6、品質で速度強化、白色をアンロック。フルゴラのゴールである電磁サイエンスパック工場が完成しましたが、現状の生産速度は毎分70個と控えめです。そこで工場をアップグレードして速度を強化します。製造しておいたアンコモンの電磁プラントとビーコンが予定通り約20個完成しています。そこでアップグレードプランナーを使って一括でアンコモンに置き換えます。たったこれだけの作業で生産速度が毎分100個に向上しました。さらにレア品質のビーコンが4つも完成していたので、電磁サイエンスパックと電解液工場の速度アップに使用します。最後に幸運なことにレア品質の電磁プラントも2つも完成していました。電磁サイエンスパックと電解液のプラントを1つずつ置き換えます。これで生産速度は毎分110個になりました。ここで突然ですが皆さんに質問です。ゲームクリアに最低限必要な電磁サイエンスパックの数はいくつでしょうか？悪性悪色の発見に3000個。悪色到着後に必要な研究として量子プロセッサーに500個、レールガンに2000個、プロメチウムサイエンスパックに2000個です。これで合計7500個ですが、バイオ研究所を使えば消費量が半分になり、また生産性モジュールの生産ボーナスも加味すればだいたい3500個もあれば十分です。作りすぎでホルニウム板、超電導体や超電導コンデンサーが枯渇しないようインサーターの回路設定を2000に変更し、生産数に制限をかけます。まずは2000個生産して惑星悪色の発見をアンロックします。現在の毎分110個の生産能力なら約20分で完成です。チャプター7、割り込みで自動輸送、悪色発見。フルゴラ編の総仕上げとして惑星悪色のアンロックに向け、宇宙プラットフォームでナウビスへ電磁サイエンスパックを輸送します。まず宇宙プラットフォームハブを開き、要求リクエストに電磁サイエンスパック2000個を指定します。次に割り込みを追加をクリックし、
割り込みの名前を入力します。さらに割り込み条件を追加を左クリックし、電磁サイエンスパック=0と入力します。最後に割り込み液を追加を左クリックしてフルゴラを選択します。発射条件を追加をクリックして非アクティブを選択し、割り込みを保存をクリックすれば設定完了です。これで宇宙プラットフォームハブに電磁サイエンスパックがない場合、この割り込み設定が発動し、自動的にフルゴラへ回収に向かうようになります。フルゴラのロケットサイロを開き、宇宙プラットフォームからの自動リクエストにチェックを入れます。宇宙プラットフォームが到着すると、物流ロボットが電磁サイエンスパックをロケットに積み込み始めます。ロケットが満載になると、宇宙プラットフォームへ向けて発射されます。無事に積み込みが完了すると、宇宙プラットフォームは次の惑星に向けて出発します。次のシリーズでは最後の惑星で、かつ最高に難しいアクイロを攻略していきます。必要最小限のアイテムの持ち込みで効率よく攻略するためのテクニックをご紹介します。絶対にお見逃しのないよう、今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。